お前が現れるとは驚いた。気持ち悪い、臭い貧乏人め。シャンテル・ゴーマンは華やかなイブニングドレスを着て、剣をそうに鼻をつまんで私を睨んだ。シャンテルはオーバーリン氏の名門令嬢で、彼女の誕生日パーティーに招待された私を、他の令嬢たちの前で公に羞辱していた。彼女の顔には慣れ親しんだ邪悪な笑みが浮かんだ。シャワーを浴びさせてあげる？次の瞬間、彼女は私を蹴り、プールに突き落とした。彼女の誕生日パーティーのためにきちんと着飾るため、私はわずか$300の貯金を全部つぎ込んで白いドレスを買った。私はぐったりした姿でプールサイドに這い上がった。水に濡れて半透明になった白いドレスは、昆布のように体にぴったりと張り付き、不快な湿り気がした。彼女の鋭い視線が濡れた私の体を総引した。嘲笑いながら彼女は挑発した。お前はでも寝る淫乱な女だな。おばあちゃん用のランジェリーをみんなに見せるのが楽しいの？私は胸に腕を組み、見当もなく慌てて場から逃げた。背後からは大きな笑い声が轟いた。不幸なことに広大な別荘の配置が慣れていないため、私は迷子の子犬のように走り回った。夜が更け、ついに硬い胸にぶつかって立ち止まった。鼻にはすぐにウッディーな香りが充満した。赤くなった鼻を押さえながら、私は小声で謝った。すみません。上から柔らかい笑い声が聞こえてきた。男性は魅惑的な声で言った。こんにちは、コワルマちゃん。どこから来たの？魅力的な声に惹かれて顔を上げると、月明かりの下でさらに完璧に見える彫刻のような容貌に一瞬見とれてしまった。男性も私を見下ろした。月明かりの下、薄い背地は私のサロー型、皿渦型の体型を隠しきれず、驚いて少し口を開けた無防備な姿が映っていた。彼の目が濁った。それから彼は私の腰を掴んで抱き上げた。おお、それにしても魅惑的な小悪魔だな。ためらうことなく、彼は私の唇にキスをした。激しく情熱的なキスに私は身を任せた。彼の心情はサンダルウッドの香りだった。突然、体が地面から浮いた。彼は腰を掴んで私を抱き上げていた。私は小さく驚いて、テレシカのようにかわいそうな顔で彼を見つめた。彼は私の無邪気さに気が晴れた。笑いながら言った。小悪魔ちゃん、心配しない。幸せにしてあげる。私は恥ずかしそうに顔を彼の胸に埋めたが、心の奥では嬉しくてほくそ笑んでいた。もちろん彼を怖がっているわけではない。今日の出会いは私の緻密な計画の賜物だったから。私は田舎から来た貧乏な少女で、優れた成績でエリート校にスカウトされ、全額奨学金と手厚い生活補助を受けていた。夢いっぱいで大学に入学したが、入学初日からシャンテルに嘲笑われた。シャンテルは私のシャツの補い布を見つめて、こう挑発した。わあ、今時はでも入学させちゃうのね。その一言で私の世界は暗闇に陥った。大学では仲間はズレにされ、浴室に閉じ込められ、椅子に釘を刺され、汚い水をかけられた。私とシャンテルは同級生だが、社会的地位は雲泥の差があった。黙っていれば手を抜いてくれると思ったが、彼女はますます大胆になり、規則を踏み破るようになった。楽しいからという理由だけで、スポーツカーで私に突っ込んでくるような女だ。その事件の後、彼女はハイヒールを踏んで私の前に闊歩してきて、一束の現金を私に投げつけた。保証金を稼ぐために車にぶつかったんでしょ？どうぞ、持っていけ。私はミコゼ館の入院生活を経てようやく回復した。だが、生徒会長のカイル・ラモントが病院に見舞いに来たため、シャンテルは私の太ももの皮膚をタバコの吸い殻で焼き付けた。
カイルは最初から私が狙ってたんだ知ってる？お前が誘惑するなんてつらい。今度は本当に車で突っ込んで殺そうと思ったが、意外なことに彼女は誕生日パーティーの招待状を渡してきた。手に持った招待状を見つめ、私は思った。これはチャンスだ。今夜、シャンテルに教訓を与えなければ、今後もずっと厄介なことをさせられる。そう思い、私は男性の首に腕を回し、かすれた声で言った。優しくして初めてだから。第2章。翌日、シャンテルは父親の寝室に入ると、目の前の光景に呆然とした。父親のベッドの中に、裸の私の小さな体が横たわっていた。当時、私は彼の腕の中で深く眠っていた。激怒したシャンテルは私に突撃し、ベッドから引きずり出そうとした。罵倒しながら叫んだ。安物の娼婦め。でも寝るのが止まらないの？父親に寝ているなんてつらい。地獄へ行け。私は反撃せず、ただ子犬のような目で彼女を見た後、視線をそらして目を閉じた。だが震える肩は、私の恐怖を物語っていた。いいか、シャンテル。やめろ満足げな表情のアンドリュー・ゴーマンは、手を頭についてベッドに横たわり、だらけた態度で私たちを見ていた。父親。どうしてこの女に誘惑されちゃうの？シャンテルは動きを止めたが、不平をこぼしながら可愛らしく振る舞った。アンドリューは私を別っちら見た。私はうつむいて静かに泣いていた。彼はシャンテルに言い放った。彼女はただの女だ。お前の母が死んだ後、男としての欲求を満たす必要がある。でも、いい。お前は大人だから騒ぐのはやめろ。出て行け。シャンテルは鋭い視線を私に向けた後、ぐったりと私を離した。父親、長年間、彼氏を作ることには文句を言わなかったけど、この女が寝泊まりする権利がどこにあるの？父親のベッドで寝るべきじゃない。話すにつれて彼女の怒りは燃え上がり、自分の行動に気づかずにいた。最後は要求的で尋問するような口調にまでなった。アンドリューの顔が曇り、彼女を蹴り出した。出て行け。その朝、アンドリューは私を抱えてダイニングテーブルまで連れてきた。私たちを見たシャンテルは、驚いて目を見開いた。私は静かにほくそ笑んだ。これも私の恋の計画の一環だった。さっき、シャンテルが去った後、私は床に横たわった。アンドリューが私のことを尋ねるまでそのままだった。それから、恥ずかしそうに昨夜、あなたに激しく愛されて、足がツルツルになって立てないのと説明した。その言葉を聞いて、アンドリューの機嫌は大いに良くなった。どの女性からも受けたことがない最高の称賛だったからだ。意気揚々と彼は嬉しそうに私を1階のダイニングに抱えていった。シャンテルはもう食欲がなくなっていた。突然、彼女は口を開いた。ママが生きていたらな。その一言で瞬時に雰囲気が暗くなった。彼女は得意げな表情でアンドリューの前で子供時代の思い出を話した。最後に締めくくった。父親、長年間、彼女たちを家に招くことには文句を言わなかった。なぜなら、父親がママに再婚しないと約束したことを知っていたから。彼女は指を私に指した。父親と付き合ってもいいけど、この女はダメ。本当に嫌いだから。付き合わないで。長い沈黙の後、アンドリューはゆっくりとうなずいた。その返事で彼女の眉間のシワは消えた。興奮して彼を抱きかかえ、頬にキスをした。父親、最高。それから彼女は傲慢に腰に手をついて私に叫んだ。消えろ。私は濡れた目でアンドリューを愛おしそうに見たが、懇願はしなかった。いいか。
彼女は朝食を食べてから帰る。沈黙が続いた。彼はやっと尋ねた。ああ、コワルマちゃん、名前を聞き忘れた。なんて名前だ？ルイーズ・ベラミーです答えた後、私はすぐに頭を下げた。朝食、食べ終わりました。彼は私の前のほとんど食べていないパンを見て眉を潜めたが、運転手に私を家まで送るよう指示した。その夜以降の生活は厳しかった。シャンテルはさらに恐れることなく攻撃を強めた。父親と寝たからって、よりも優れていると思ってるの？貧乏な匂いが抜けないわ。永遠に私の下にいるんだから。そうか？私はほくそ笑みながら、ゆっくりとお腹を撫でた。シャンテルは知らないが、私の家系は異常な生殖力を持つ女性が連なっている。家の女性は妊娠しやすく、でも順調だ。母は10人の子供を産んだ8人の息子と2人の娘。おばは8人の息子を産んだ。アンドリューとのその夜の後、私は子宮の中に生命の萌芽を感じた。オーバーリン氏のいわゆる令嬢であるシャンテルは、アンドリューの唯一の相続人だからと、いつも自分の思い通りになれると思っていた。今、彼女にライバルができた。第3章。私はできるだけシャンテルから遠ざかろうと努めたが、どうしても出くわしてしまった。彼女の手がに頬を叩かれて腫れ上がったが、私は薬を塗らなかった。誰かの目が私を追っていることを知っていたから。アンドリューが私を忘れていないことは確かだ。成人になって初めて知ったが、私の家系の女性は異常な生殖力に加え、魅惑的な魅力を持っている。アンドリューは情熱的な一夜を過ごした後、手放せなくなり、一度味わうとさらに欲しくなった。私との夜以来、他の女性では彼とベッドの上で一致しなくなった。もう彼を天国に連れて行けなくなった。だから、彼が私をスパイしているのを見つけても驚かなかった。30日目になると、彼の辛抱は限界に達していると思った。それで、授業が終わる前にシャンテルに近づき、挑発した。父親と結婚するのを恐れて、私をいじめてるんでしょ？シャンテルは社会的自殺に等しい私の行動を見下した。鏡を見てみろ。父親と結婚できると思うなんて妄想してるわ。すぐにわかるわ。これまで数日間、私はシャンテル、